しぶりにスケジュール短縮が実施され、シャイアンと共に粒子がやってきます。かっこいい馬に乗ってやってきた鉄馬の姫君。粒子は水属性のアタッカーです。召喚物を扱い、一緒に攻撃してダメージを稼ぎます。特徴的なのはスキル全体が攻撃力ではなく最大 HP を基準に強化されることです。そのため独特なパーツ構成が必要になります。凸については無凸でもメカニズム上は問題ありませんが、1凸で性能が大きく向上するためコスパは1凸です。粒子を採用する予定なら武器は必須級です。スキルは最大 HP 依存ですが、粒子の武器は HP だけを持つ武器だからですね。つまり1+1で優秀なサブアタッカーとして使え、貫突ではメインアタッカーとして運用される形です。一つ参考になる要素として今回の先行版で追加された水支援があります。新規人形のコレダは非常に高いダメージを持ち、トロロモニジ上位キーによって1+1の粒子に近い火力を出します。そのため粒子をサブアタッカーとしてのみ使う予定なら数ヶ月待ってコレダやトロロを待つという選択肢もあります。ロックオン。粒子または実体召喚物からダメージを受けると防御力マイナス 30%、 戦闘開始時召喚物であるペガサスを召喚します。攻撃力60ごとに自身とペガサスのダメージが 5% ずつ最大 50% 増加。つまり攻撃力は600まで意味があるためパーツで攻撃力を確保する必要はあまりありません。さらにロックオンでバフのおかげで他の召喚物を使う人形とのシナジーも優秀です。ペガサスは通常攻撃とパッシブを一つ持っています。パッシブでは致命的なダメージを受けると整備状態になり倒れず毎ターン HP を 30% 回復します。粒子の攻撃に反応して自身も攻撃する共同作戦状態になると整備状態を解除します。ペガサスの通常攻撃は最大 HP を基準にダメージを与えます。過負荷攻撃。続いて粒子の通常攻撃。水属性ダメージで最大 HP を基準にダメージを与えます。精密。通常攻撃ダメージ倍率プラス 10%。スキル1はペガサスが共同作戦状態の時に使用できます。単体水属性ダメージを与え行動追加を獲得します。スキル2はペガサスを連れて移動するスキルです。整備状態または共同作戦状態を解除します。純粋な移動スキルですね。ここは引きません。ウルトはペガサスを共同作戦状態にするスキルで最大 HP を基準とした単体ダメージを与えます。つまりまずウルトを使ってペガサスを共同作戦状態へ切り替え、その後はスキル1と通常攻撃でダメージを出していく形です。セットは召喚物向けパーツである頂点召喚が最適ですがコンバージョンで実装されるかは分かりません。もし実装されないなら余っている汎用セットを使いながら後から乗り換えるのが良さそうです。パーツは攻撃力600を確保した後 HP ボーナス、会心率、会心ダメージ、好感度やリモデリング、不足する場合は共用キーで攻撃力600を確保できるため無理にパーツで攻撃力を確保する必要はありません。キーはシンプルにダメージを伸ばすに01、会心率が足りないならに03、SP を補える6、03など敵のバフを浄化できる4、01も候補になります。前作ではリュウジフヤリとして登場しました。下衣が見えないイラストが印象的でしたね。ゲーム内では大量の分身を召喚するスキルを持っていました。
攻撃回数を多く要求される敵に対して非常に有用でした。 RF なので基本的には敵後方を攻撃しますが、スキルのオン・オフで敵前方を攻撃することもでき、多彩な運用が可能でした。ストーリーではメインストーリーに脇役として時折登場していました。初登場時は自分の記録を読むことに問題があり、作戦中に迷ってしまったこともあり、次の登場ではシャイアンと一緒に行動する場面もありました。前作から仲の良かった2人がグローバルサーバーでは同時実装ですね。友情の力